にちは。いつも YouTube ご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日は、待望のウイスキー到着の、シリーズです。こちら、山崎エディション2020、おかげさまをもちまして、テンダリーでもセット5本購入することができました。限定と言われていまして、限定のその数が何セットなのかはわからないのですが、かなり入手困難のようです。幸いなことに、テンダリーでは5本とも、セットで入手することができました。ウイスキーについて、テイスティングコメントなど詳しくなさっている方はいっぱいいらっしゃいます。テンダリーでは最近ウイスキーの魅力に気がつき、ウイスキーが好きになってきた、ウイスキーのことをいろいろ知りたいなっていう方の、に向けての、基本的なお話もしたいと思います。まず、山崎サントリーが所有する、大阪にある山崎蒸留所で、一つの蒸留所でこんなに何種類もウイスキーを作っているのと思われる方もいらっしゃると思います。はい、実はいろんなタイプのウイスキーを作っているんです。原料となりますのは、大麦麦芽で、お酒作りに最も大切なのはお水。千利休が選んだ、お水を、使い、千利休が選んだお水がある土地に、山崎蒸留所を建設したわけです。まず大切なのがお水、そして、次の原料は麦芽、そしてその第3の原料とも言われているのが樽なんです。どんな樽に入っていたかでウイスキーの個性というのが大きく変わってきます。とっても不思議と思われるかもしれませんが、例えば、同じ、日に蒸留されて、その同じポットスチル蒸留機で蒸留され、そのままいくつかの樽に分けて倉庫で熟成されるのですが、その樽がどこに置いてあったか、入り口に近いところなのか、南の方なのか、1段目なのか、2段目なのか、3段目なのか、それによってウイスキーの育ち方が全く変わってくるのです。今回、この山崎5本セット、一つは、パンチョンという大きな樽、もう一つは、ボルドーワインの樽、赤ワインですね。でこちらスパニッシュオーク、スペイン産のオーク樽で作られた樽にで熟成させたウイスキーで、こちらは、ピーテッドモルト、ピートを効かせた山崎ウイスキー、そしてこちらが水ならの木で、作った樽で熟成させたウイスキーです。今回、こちらの4本までは定価1本1万1000円で、こちらの水ならだけは3万円とお高いです。なんで水ならだけがそんなに高いのですかということなんですが、樽というのがどんだけ重要かと言いますと、日本には漢字という便利なものがあります。木偏に尊いと書いて樽、木偏に長、州長の州ですね、長と書いて奈良と読みます。こちらの、それぞれの樽の素材、みんな奈良の木なんです。どんぐりがなる木ですね。日本も初めの頃、樽材を輸入していましたが、第二次世界大戦中、その直後は樽の輸入も困難になりました。そこで、出来上がったウイスキーを樽に入れて熟成させてあげたいのですが、樽がありません。どうしたらよいかと、方々を探し回り、北海道に生育する水ならという木が、
硬くて良いのではないかというわけで、急遽水ならの木で樽を作り、そこにウイスキーを入れて、熟成眠らせていました。何年か経った頃に、テイスティングしてみますと、残念ながらあまり美味しくなかったそうです。で、急遽しのいで水ならの木で樽を作ったのですが、残念ながら水ならの木はあんまり美味しくならないんだなということで、しばらくそのまま保管していたり、聞いた話によりますと、だいぶ廃棄処分にもしてしまったそうです。しかし、さらにそこから20年、30年経った時にテイスティングしてしまうと、それがガラリと、生まれ変わり、大化けして、今まで、になかった、日本ならではのオリエンタルな香りのする素晴らしいウイスキーに、生まれ変わっていたということです。その頃から、水ならの木を使った樽をまた、使うようになったことです。ただ水ならの木、非常に扱いにくい木です。こちらは、山崎が入っていた樽、こちらはボックスヘッドでしたので、もともと最初はバーボンに使われていた樽です。で、きれいに正めに切って湾曲させて樽の形にして、樽材にします。水が割れにくいです。それに対しまして、こちらが水ならの木です。これは残念ながら樽材にすることはできず、なぜできないかと言いますと、木の中にも人間でいう血管のようなものが走っていまして、水ならの場合それが斜めにねじれながら、生育してしまうことによって正めにカットした時にどうしてもどこか血管が開いてしまう。要するにウイスキーを入れた時にウイスキーが漏れてしまうんですね。ですから、水ならの木が苗を植えてから樽材になるまでに200年かかると言われています。200年もかかってやっと樽材になるぐらい生育したのに、実際に樽材にできる木は何分の1かということです。ですので、水ならの木が貴重な木だということがお分かりいただけますでしょうか。最近数年前にシーバスリーガルで水ならっていうのが出ましたね。シーバスリーガル社のチーフブレンダーは日本のウイスキーをとてもリスペクトしてくれているそうで、シーバスでも水ならを使いたいと言って、残りの数ヶ月間水ならの樽を使ったそうです。世界中のウイスキーを作っているところから日本の蒸留所に水ならの樽を分けてくれないかと言われることが多々あるそうですが、残念ながら分けられるほど持っていない、作れないんだということです。そういうわけでとても、希少価値のずば抜けて高いのがこちらの水なら樽ということになります。サントリーさんでは蒸留機のタイプもいろいろあります。そしてさまざまなタイプの樽も、持っています。なのでこのように一つの蒸留所なのにいくつかのタイプにウイスキーを作り分けることができるんです。初めの頃は私もウイスキーを熟成させて樽に入れて、そこからボトリングするものだと思っていました。そうしますと厳密的な話、ロットごとに樽ごとに味が変わってしまうんですね。変わると言いますか、もともと味が違うので、前回買った山崎と今回買った山崎がなんか味が違うなっていうことになってしまいます。その他のスコットランドのウイスキーでもモルトでもそうですが、そういう味がばらつきが
ブレがなくならないように、いくつかの樽を選び、そして神業的な、ブレンドの技術で一定の味をブレなく作り続けているのです。そのためにもさまざまなタイプのウイスキーを作り分けるということが、大切なんですね。世界中のスコットランドの蒸留所の方も日本の、蒸留所サントリーさんもニッカさんもさまざまなタイプのウイスキーを作り分けられるということに驚愕しているのです。でその中で今回久しぶりに、山崎エディション2020何年かぶりに出ました。それらのさまざまな樽の中でも、さらにこうよりすぐって作られたウイスキーです。なので数が少ないのです。ではちょっと開けてみたいと思います。まずこちら、パンチョン。色が明るいですね。山崎パンチョン。ちょっと読んでみます。シングルモルトウイスキー山崎、2020エディションは山崎ブランドを構成する、多彩なモルト原酒をお楽しみいただけるシリーズです。構成しているウイスキーを1本ずつ別々に楽しめるということです。その中でもサントリーが自社で製樽している作っている樽のパンチョン樽、その樽で熟成させたモルト原酒だけを厳選したシングルモルトウイスキーです。容量が約480リットルと大きいパンチョン樽は原酒の熟成が穏やかに進み、ウイスキーが樽材と接している面積が少ないので熟成がゆっくりになります。穏やかに進み、複雑で重厚感のあるスピリッツ本来の味わいを十分にお楽しみいただけます。山崎のバランスの取れた香味に欠かすことのできないパンチョンダル熟成モルト原酒の魅力を感じてください。テイスティングノート。色は明るい黄金色、香り青りんご、バニラ、アカシアハニー、蜂蜜ですね。味わいは柔らかく穏やか、バタースコッチ。余韻は多くのウッディネスとほのかな甘みがあるということです。続きまして、ボルドーワインカスク。ボルドーワイン、先ほどのと比べまして、赤みが強いのはお分かりいただけますか？まろやかな甘さや甘酸っぱい果実味など山崎の香味に艶やかな個性をもたらすワインダル原酒。サントリーではワインの製造に使われたフレンチオークダルを仕入れ、厳しいチェックを得たものだけをモルト原酒の貯蔵に使用しています。中でもこの山崎ボルドーワインカスクは蒸留したばかりのニューポットから一貫してボルドーワインダルで熟成させたものだけを厳選しています。ほのかに赤みがかり、ベリー系のフルーティーな甘さとスパイシーさ、複雑で濃厚なとろりとした口当たり、余韻は甘みと酸味、フレンチオーク由来のスパイシーさということです。こちらスパニッシュオーク、スペイン産のオークですね。間違いがちなのですが、スペイン産のオークイコール、シェリーダルというわけではありません。さらに色が濃いのがお分かりいただけますか？ス
パニッシュオーク。スパニッシュオークダルはタンニンなどを多く含むため、一般的なアメリカンオークに比べ濃厚な香りを持つモルト原種を生み出します。この山崎スパニッシュオークはスペイン北部の森から切り出したオーク材を独自の厳しいスペックに従って製ダルし、実際に、ブレンダーの人たちはスペインまで赴き、一本一本そのまだ細いうちの段階から木を剪定して、何年かに一遍見に行ってチェックしているそうです。で、シェリー酒を貯蔵したこだわりのスパニッシュ材を使用しています。で今スパニッシュシェリーダルがどこでも不足して困っています。サントリーさんは自社のウイスキーのための、シェリーダルを細い木のうちから、剪定し選び、大きくなったら樽材にして樽にして、で実際スペインのシェリーを作っているところでシェリーを入れてもらって、それも何度も年に何年かに一度確認しに行ってるそうです。本当にちゃんとシェリーを入れてくれているかどうか確認しに行ってるそうです。のようにして作った、シェリーダルです。スパニッシュをシェリーダル好きの方も多いですね。お楽しみにしてください。そしてこちらがピーテッドモルト。はい、山崎での、ピーテッドモルト、ピーティーなモルトを作っています。なかなか人気です。ピーテッドモルト。はい、全然また色が違います。力強く重厚感のある香味が特徴の山崎蒸留所のスモーキー原酒は、一滴加えるだけで香味の印象を一変させる。このピーティーなタイプのウイスキーは、このやんちゃ坊主なタイプのウイスキーはやっぱりね、なくてはならないんです。日本のウイスキーはとてもバランスがいいと言われています。実際バランスがとても良いのが特徴なのですが、それを作るためにもほんの一滴、ほんのもう 3% まで入れないそうです。ピーティーなタイプのウイスキーが必要なんだそうです。そしていよいよ水ならです。大量の水なら、赤み、妖艶な色合い、艶っぽい色合いがあります。樽材の調達が困難となった戦中戦後、山崎蒸留所では日本産のオーク、奈良の木ですね、である水なら材で樽を作り、ウイスキーの貯蔵に使用しました。この水なら樽で長期熟成を重ねたモルト原酒に現れたのは、白檀やキャラを思わせる神秘的な香味。それは今やジャパニーズウイスキーの魅力を語る上で欠かすことのできないものとなっています。希少な水なら樽原酒の魅力を、ご堪能いただください。となっています。はい。鹿の幹水なら楽しみです。さて、こちらにもう一本水ならがあります。はい。これを飲んだことある方いらっしゃるでしょうか。実はこの樽違いシリーズエディションが出ましたのが、私、そうですね、10年ぐらい前でしょうか。と言いますか、水なら樽というのが初めて出た年、私の記憶では2010年です。今からちょうど10年前の山崎水ならです。
このように10年違いの水ならを並べてみることができるとは、当時は思っていませんでした。でもまだこの頃はまだもう少し買いやすかったですね。はい、さらに貴重なちょっと水ならだと思います。はい、またこれもという知識ですが、この山崎という文字、山崎が世に出ましたのが1984年、2代目マスターブレンダーの佐治慶三さんが日本のウイスキーでも、世界に通用する、世界に負けないシングルモルトウイスキーを作りたい、もう1年で、ついに完成したのがこの山崎でした。ですので、この山崎という文字は佐治慶さんご自身の手によるものです。で、山崎の崎ですが、この右側、山辺の隣、作りの方ですね。こちら何かの字に似てると思いませんか？サントリーさんははじめ寿屋と言われていますという名前でした。この崎という字の右側、崩して寿という字に見えませんか？このように、できた今回、幸いにも入手することのできました山崎2020エディション、飲み比べられる方は幸運と思います。お近くのバーでお見かけになったり、これは量販店、量飲店向けにしか、販売しないということです。はい、もしも、出会いましたら、お酒は一酒一会です。ぜひ召し上がってみてください。